あなたはたった9日間で人生を180度変えてしまうような方法があるとしたら知りたいと思いませんか？もしかするとあなたは、いやいや、本当にそんなうまい話があるの？って疑っているかもしれませんね。でも、あるんです。本当にそんな話が。ズバリ答えをお伝えしてしまいますね。それは、プラスのことだけを考えるということ。これだけで、あなたの現実は夢に向かって大きく近づいていくんです。やり方は簡単。これからお伝えする考え方をもとに、一日に一つずつ、プラスのこと、自分が本当に夢見ていることを思い描いていくだけです。なんか楽しいな、うまくいくかもという状態を頭で想像していると、人生はその通りになっていきます。お金も仕事も健康も人間関係も、人生のあらゆることはこの法則で説明がつくんです。人間の心と体はつながっていて、そういう風に頭で考えていると、半ば無意識のうちに自分の思ったように行動するようになります。たとえ思い込みだとしても、嬉しいな、今日もいい予感がする、などと頭の中で言い聞かせていると、いつの間にかプラスの行動をとっている自分がいて、ハッピーなことばかりに囲まれている自分に気づくという、なんとも不思議な現象が起こります。そんな感動体験をしませんか？必要なのはたったの9日間なんですから。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は9日間プラスのことだけ考えると人生が変わる。なりたい自分と現実をつなげる簡単な方法という本をご紹介します。本書に沿って1日に1章ずつプラスのことを考えていくと、あなたの心の邪魔をする様々な負の思いがすっきり消えていき、9日後には心の大掃除が終わり、驚くほど軽やかな人生が待っているというんです。9日後と言ったら、来週には考え方が変わり、新しい人生が始まっているんですよ。これはちょっと実践してみたくなりますよね。著者のウェイン・ダイヤー博士は、アメリカの心理学博士で、個人の生き方重視の意識改革を提唱し、世界的な大ベストセラーを何冊も生み出しています。スピリチュアルマスターとも呼ばれているダイヤー博士によって書かれた本書は、彼が考える自分らしく生きる方法が9つの章で丁寧に説明されているんです。内容も、心の持ち方や不安との向き合い方、人間関係、健康と美、お金、仕事など、内容は多岐にわたっていますが、本動画ではこの雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。1日目、夢と現実をつなぎ合わせて人生のバランスを取り戻す。素敵で満ち足りた人生を送りたいという心の奥にある夢と、日々同じようなことが繰り返される日常生活との間にギャップを感じることはありませんか？実はこのギャップこそが人生の最も大きなアンバランスの一つなんです。夢と日常のバランスが取れていなくても、起こることはほんの些細なことです。例えば、胸焼けや体調不良、不安などといった目に見えるような症状として現れるわけではありません。あまりいてほしくない友達に耳元で何か大切なことを忘れていませんかといつも囁かれているような気がして、よくわからないけれど自分にとってもっと大切な仕事や体験があるように感じるんです。あなたはぼんやりと本当はこういう自分になりたいという強い憧れを感じてはいませんか？そして自分には何かもっと大切な人生の目的があるのではないかとどこかで感じていたりしませんか？だとしたら今の生き方と生まれてきた本当の理由との間にギャップが生じているということです。あなたが本気で魂の声に耳を傾けない限り、この正体不明の訪問者はバランスを取り戻しなさいと囁き続けることになります。この状態は健全ではありません。健全でないということはどこかが間違っているということ。そしてあなたは心のどこかのレベルでそれを感じている。でも人生は日々忙しく過ぎていきます。もしかするとあなたはそのまま人生を流して生きていく方が波風も立たずに都合がよく思えるかもしれません。けれどもその不満は次第に重くなっていき、あなたの人生に
大きなアンバランスを生み出すんです。イギリスの作家であるジェームズ・アレンは次のような詩を読みました。偉大な業績も初めは夢に過ぎない。大きな樫の木もどんぐりの中で眠っている。美しい鳥も卵の中で眠っている。気高いビジョンの中で天使が目覚める。夢とはいつか現実へと育つ苗木である。アレンの言葉は夢から新しい人生が始まるのだと詩的に表現しています。あなたの内部にはアレンが目覚めの天使と呼ぶ無限の創造の力が埋もれています。その天使が小さな苗木を植え、あなたの夢を満たし、あなたの運命を紐解いていきます。もしバランスの取れた人生を送りたければ、あなたの夢を大切にする必要があるんです。では、人生にバランスを取り戻すためにどうすればいいのでしょうか。1日目は、人生にバランスを取り戻すために大切な3つの考え方をお伝えします。できない、足りないといった負の考え方をやめる。精神的なバランスを取るためには、思考のエネルギーを使ってあなたの希望を実現させていきます。あなたの思いが現実を引き寄せるんです。逆に言えば、負のエネルギーを発する負の思いを発信してしまうと、負の現実が引き寄せられてしまいます。自分にできることは何もない。自分の人生をうまくコントロールできない。人生の落とし穴にはまって抜け出せない。こういったことを言ったり思ったりすると、その状況を実際に引き寄せてしまうんです。失敗、挫折、欲求不満などの思いは、さらに失敗、挫折、欲求不満を引き寄せます。身動きが取れないと思うことは、宇宙に対してもっと身動きが取れなくしてくださいと頼んでいるようなものなんです。人生にバランスを取り戻すために知っておかなければならない最も重要なことは、今の自分が夢と現実のバランスを取れていないのは、他の誰でもなく、すべては自分に責任があると気がつくこと。そうすれば、自分の思考のエネルギーを逆に使い、宇宙に対してそのアンバランスを正したいと頼むこともできるということです。実際にそれを試してみると、現実の世界には限界があっても、自分の想像力には限界がないということがわかります。この限界のない想像力を使って自分の夢を取り戻すことができるんです。心の奥の夢を思い出し、意識し続ける。夢と現実のバランスを取ることが1日目の目的です。その一番簡単なやり方は、まずあなたの癖になってしまっている生き方に気づき、それを自分の夢とバランスを取る思考に変えていく方法を学ぶことです。あなたの夢とは何でしょうか？あなたの中でどうしても消えないで生き続けているものは何ですか？あなたの中でほんのかすかでも光り続けている明かりのような思いは何ですか？あなたのバランスが取れていないのであれば、まずあなたはあなたの夢に注いでいるエネルギーの質を変える必要があります。今のあなたの人生は日常の習慣というエネルギーに完全に支配されている。この日常の習慣は、あなたがこれまで注いできた負のエネルギーの結果、出来上がったものなんです。夢と現実のバランスを取り戻すために、まず、望む、望まないに関わらず、自分の考えていることが自分に引き寄せられてくるという引き寄せの法則に気づくことが重要です。どんなにその夢の実現が不可能に見えても、欲しいものを強く思い描く。あなたの夢を常に正しい場所に置いておく。そうすると、いつもその夢を思い描くことができるようになって、その夢は必要とするエネルギーを吸収していきます。思考は精神的なエネルギーです。それは欲しいものを手に入れるために必要なお金のようなもの。習慣的な行動を続けていたい衝動に駆られることがあるかもしれないけど、自分の望まない思いにそのお金を使うのはやめなければいけません。若草物語で有名なアメリカの作家であるオルコットは、この思いの力について次のような詩に表現しています。陽光の遥か彼方に私の最高のインスピレーションがある。手は届かないかもしれないけれど、見上げるとその美しさが見える。その存在を信じ、導かれるままに進んでいこう。夢と現実のバランスを取り戻そうと思うなら、オルコットの見上げるとその美しさが見える。その存在を信じ、
導かれるままに進んでいこうという言葉をいつも心の中に抱き続けるといいでしょう。言葉のエネルギーが人生にバランスを取り戻すのに役立つからです。いつも身の回りの現実や習慣になっている思いにエネルギーを向けるのではなく、自分の夢をしっかりと見つめ、それを固く信じることが大切です。このように考え方を変え始めると、宇宙はあなたの味方となり、あなたが思い、信じていることをあなたに送ってくれるんです。あなたの思考の中にバランスがもたらされると、人生にもバランスがもたらされ始めるんです。求めよ、さらば与えられん。あなたは、あなたの夢を実現するためのエネルギーを育てていく必要があります。今のあなたの置かれている状況、今のあなたの財政的状況は少しも問題ではありません。そんなことはできるはずがない、とあなたに否定的な言葉を投げかける者、あれこれ批判する者がいるかもしれません。でも、自分が本当にやりたいことというのは、神からの呼びかけなのです。否定的な声に惑わされて、自分の本当の気持ちに疑いを持ってはなりません。あなたが夢を捨てないで進んでいけば、やがて人生と夢のバランスがしっかりと取れていき、すべてがいい方向に向かって回り始めるんです。自分は自分の願うどんな状況も引き寄せることができるバランスの取れた存在だと考える。自分の中にはその力があると考えることが、そのパワーを実際に手にする秘訣なのです。完全に心の中に刻み込まれるまで、何回もこの文章を繰り返し読んでください。私はそれを知っている。私はそれを望んでいる。それは今実現の途中にある。何事もそれを止めることはできない。そして、それについて私には何の不安もない、と、いつも確信を持って宣言しましょう。夢と現実のバランスが取れるようになると、あなたの世界は180度変わります。この宇宙は引き寄せの法則に基づいています。あなたは宇宙があなたのもとへ、まさにふさわしい人、必要なだけのお金、そして素晴らしい偶然の一致を引き寄せ、夢が今、ここで実現していくのを目の当たりにするんです。絶対に。創造のエネルギーを受け取り、人生のバランスも取れていくと、あなたの心はとても軽やかになり、人生が楽しくなっていきます。もう一箇所にじっと留まって不平不満を言ったり、フラストレーションを感じたりしてはいられなくなります。あなたはエネルギーに満ち溢れるからです。それはどうしてでしょうか？あなたがすべての創造の源とつながり、人生が完全にバランスの取れたものとなるからです。あなたは思いで必要なものすべてを引き寄せることによって創造の力を手にしたのです。夢のエネルギーと日々の習慣のバランスを取るという考え方は、あなたがイメージできるものであれば何にでも応用することができるんです。作詞作曲して自分の音楽アルバムを作る。田舎に家を持つ。いつかしてみたいと長年思っていた仕事に就く。借金を返して自由になる。マラソン大会に出場する。どんなことであっても夢に描くことはすべて叶えることができます。ただ、あなたの望む夢とあなたの内なる創造のエネルギーである思考を完全に一致させ、バランスを取る必要があります。イエス・キリストは、求めよ、さらば与えられんと言っています。これこそ思考のエネルギーの力を端的に言い表した魔法の言葉なのです。お気づきの方もいるかと思いますが、今回ご紹介したのは初日のワークのごく一部なんです。初日から多くの真理が示されていて、正直やばいと思いました。この調子で9日間を過ごしたら、そりゃ人生が変わっちゃうかも、と本気で思いましたよ。すごく自分にも刺さるんです。日々、ただ暮らしている、淡々と時間が流れているのが普通ですから。でも、自分が本当に願っていることや思っていること、それがまだ具体的に言葉にできていないもやっとした状態であっても、それを夢としてはっきりと具体化させ、常に意識して生きていけば、絶対にプラスになると思うんです。一方で、ただ生きているだけで、ただ存在しているだけで十分幸せという考え方もありますし、それは正しいと思います。そこにプラスして自己実現という生き方ができれば、その夢が本当に叶う、叶わないは関係なく、バランスの取れたとても素敵な人生になるんだろうなと感じました。自分を変えたい、
もっとバランスのいい生き方がしたいという方は、ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。